それじゃあ始めようか。メルル君を殺した犯人、魔女を決める裁判を。投票によって犯人が決められ、そして処刑される魔女裁判。拘束されていた私にとってみれば、裁判など名ばかりで公平性なんてかけらもない。つうか、なんか話すことあるん？というと？そりゃあ現行犯なんだしさ、犯人なんて決まってるじゃん。どうしがたい。こんな茶番付き合っていられない。結論を出すにはちょっとだけ早いんじゃないかな。別にまだヒロちゃんが殺したって決まったわけじゃないしさ。確かにミリア君の言う通りかもしれないね。だよね。それに仮にヒロ君が犯人だとしても、何が起こったのかは明らかにすべきじゃないかな。その意見に賛成です。ヒロさんがどうやってメルルさんを殺したのか、お話を整理してみましょうか。弁解するチャンスぐらいはあるのか。ならあがこう。最後まで正しい道に向かって。ではまずは現場の状況を私から説明しよう。現場では被害者である氷上メルル君の死体が発見された。発見当時、現場には二階堂ヒロ君がいた。間違いないね。間違いないよ。私はそこにいた。これはその時ココ君が撮った現場写真だ。写真通りメルル君の横にヒロ君は倒れており、周囲に他の人の足跡はなかった。確かに周囲に足跡はない。私以外にメルルを殺せる者はいなかった。そう言いたいんだろう。次に凶器だ。これはメルル君の胸に刺さっていた剣だろう。これについてヒロ君から何か弁解はあるかな？知らないな。見たこともないものだ。なるほど、関与を否定するんだね。確かにその方が賢い選択かもしれないけど。ご公説痛み入るよ。最後にメルル君の死体についてだ。勝手ながら少し体を調べさせてもらったよ。死体の状況から言って死後20分以上は経過していたね。ただ亡くなったのは1時間以内だろう。もちろんちゃんと調べる設備もないのでおおよその時間だけどね。検視したのか？ああ、以前役作りの時にちょっと勉強したことがあってね。あくまでも素人の真似事だが間違ってはないはずさ。死因は見ての通り胸の刺し傷だろうね。あとこれはまだどういうことなのか分かっていないんだが、彼女の瞳は義眼のようになっていたんだ。目が鉱物のように変化しかけていったというか。目が鉱物？普通の現象ではないようだ。ああ、それについてはあんま気にしなくていいかも。何か知っているのかい？まあ、魔女が死んだらそうなるっていうか、死ぬにはそうするしかないっていうか。まあ、今は関係ないんじゃねえかな。死因は刺された傷が原因なんでしょ？そうだね。遺体を見た限り心臓を刺されたのが死因なのは間違いない。目については死後に何か理由があって死体の損壊が行われたということなのかもしれないね。それについては私からも証言しておきましょうか。メルル様の目は魔女の不死性を失わせる薬の副作用によるものですが、この変化具合からいくとメルル様が胸を突かれたのは薬が効く前のはずです。おそらくはその剣の刃に塗ってあったのでしょう。間違っても不用意に触って指を切ったりしないでくださいね。さっき触ってしまいましたわ。ハンナ君はちゃんと手を洗うように。さっき洗いましたわ。皆さんが見つけるのは薬を歯に塗って胸を刺した人物と認識していただいて大丈夫です。さて、私が調べた現場の状況としてはそんなところか。みんな何か意見はあるかい？やっぱり犯人はヒロさんとしか思えませんわ。現場に倒れているなんて怪しすぎるんじゃありませんこと？客観的に見れば確かにそう見えるだろうね。でも私は殺していないよ。なら
みんなが知っている状況を一度すり合わせてみようか。ヒロ君が犯人じゃないなら何かおかしな点が出てくるのだろうしね。一方的な吊るし上げ。そんなことにならないよう毅然と反論しなくては。私を糾弾する間違った意見訂正させてもらおう。まずは死体を発見した状況について確認してみようか。あの時私たちは奥の部屋で話をしていてね。そこには私を含めた4人がいた。レイヤちゃんとココちゃんとハンナちゃん、それにおじさんの4人だね。その時私とナノカちゃんも自分たちの部屋にいたわね。ええ、間違いないわ。私たちは全員城ヶ崎ノアと夏目アンアンの部屋の方からガラスが割れるような音を聞いている。そうして駆けつけたらヒロちゃんが倒れてたの。こちらの部屋から見ても同じ状況ですわ。つまりヒロさんがメルルさんをお殺しになってすぐに私たちは駆けつけたんですわ。ヒロちゃんの他に犯人がいたなら6人の誰かが見ていそうなんだけど。つまりヒロ君しかメルル君を殺せなかった。状況はそれで正しいかな。私にはこれ以上議論を続ける意味はないように見えるんだけど、どうだろうか。まったく馬鹿げた話だ。さっき自分たちが確認したことを忘れたのかな。あの言葉、先ほど言っていた内容と明確に矛盾している。正しくない論理に正しくない話。正してみせよう、その全てを。まずは死体を発見した状況にあの時私たちは奥の部屋でレイヤちゃんとその時私たちは全員城ヶ崎のそうして駆けつけたらこちらの部屋から見ても同じ状況で、つまりヒロさんがメルルさんをお殺しになってすぐに私たちは駆けつけたんですわ。正しくない。まったく君たちは揃いも揃ってバカばかりなのか。なんですの失礼な。あなた自分の立場が分かっていらっしゃいますの？意見とは自分の立場で語るものじゃない。論理と整合性で語るんだ。私が殺してすぐにみんなが駆けつけた。そんなことは絶対にありえない。もしそれが違うというなら、まずはレイヤの検視結果から疑わなくてはいけないんじゃないかな。レイヤの検視、つまり死体の死亡推定時刻を考えれば、死体が発見されたタイミングが殺害直後というのはありえない。なぜならメルルは20分以上前に死んでいたのだからね。仮に私が犯人だったとして、逃げも隠れもせず20分以上もその場で死体と共に過ごしていた理由を教えてもらえるかな。それは。私はただ単に気を失っていただけなんだ。なのにこうして犯人扱いされては困る。おっしゃる通りですわ。どうやら納得してもらえたらしい。案外こうして一人ずつ説明していけば無罪を証明できるのか。ちょっと待ってください。なるほど、私分かっちゃいましたよ。この事件の全貌、名探偵シェリーちゃんが暴いちゃいます。ヒロさんは確かに気を失っていたのかもしれませんね。じゃあヒロちゃんは犯人じゃないってことなのかな？いいえ、気を失ったことと犯人であることは両立します。ヒロさんはメルルさんに反撃されたんですよ。持っていた鈍器でガツンと。それでヒロさんは本当した。全然ありえない話じゃないですよね。シェリーの推理には穴がある。しかし現場をちゃんと見ていない私には情報が足りないか。まずは発言を追求して話を聞いてみよう。ヒロさんは確かに気を失っていたの。じゃあヒロちゃんは犯人？いえ、気を失ったことと犯人であること。ヒロさんはメルルさんに反撃されたんですよ。持っていた鈍器でガツンと。鈍器と言ったかな。それは一体どういうものなんだ？
現場に落ちていた瓶のかけらですよ。瓶？その通り。現場にはガラスの破片が散乱していたのさ。ミリア君、鑑識の結果を報告してくれたまえ。鑑識って。とりあえずおじさんが調べた限り、それは睡眠薬の瓶みたいだね。前にメルルちゃんが医務室で睡眠薬の準備をしてたのをアリサちゃんが見たんだって。ああ、その時は何のためにんなもん用意してたのかまでは聞かなかったが、ヒカミのやつは睡眠薬とかいろんな薬を準備してたみたいだな。ラウンジにも空き瓶とか残っててさ、おじさんも詳しく調べてみたんだけど、どうやら現場にあった瓶はそれと同じものだったみたい。睡眠薬の中身を舐めてみましたけど、結構強力なお薬みたいで、ちょっとぼーっとしちゃいました。口にしたのかい？どんなものかもわからないのに？味見して薬物かどうか確認する。一度やってみたいと思って。ガキじゃねえんだから、拾い食いとかしてんじゃねえぞ。でもノアもそれわかるな。ノアもね、さっき医務室で見つけた時に甘い匂いがしたから舐めちゃった。危険だから何でも口に入れるのはやめたまえ、君たち。二人ほど奇特な人間が紛れ込んでいるな。ともかくそういうわけだ。分かったかな、ヒロ君。ああ、ありがとう。感謝する。本当にガラス瓶で殴られたぐらいで私は気絶したのか。とはいえ否定する材料はないか。ヒロさんは確かに気を失っていたのかもしれない。ヒロちゃんは、いや、気を失ってヒロさんはメルルさんが持っていた鈍器でガツンと。ヒロさんは剣で、メルルさんは睡眠薬の瓶で。二人が同時に攻撃して同時に気を失った。正しくない。やれやれ、それだけは絶対にありえないんだ。そんなこともわからないのかな、名探偵さん。どうしてですか？もちろんそれは被害者の死体を見ればわかることだ。メルルの死体には何度か刺された跡があった。これは君も確認しているだろう。そうですね。つまり私が犯人で同時に相打ちとなっていた場合、メルルが私を殴り返せる状況にはなかったはずだ。ああ、本当ですね。一理ある。どうだい？私を疑う愚かさが分かったかな？でも本当にできなかったのかな。何？もしメルルちゃんが即死じゃなかったとしたら、反撃できたのかもしれないよ。そういえばメルルちゃんは魔女なんだっけ？だって魔女さんは死なないんだよね。魔女だかなんだか知らねえが、それが本当なら二階堂が殴り返されたって説が完全に否定されたわけじゃねえってことか。私が犯人という先入観がある状況だ。そう簡単には納得してもらえないか。いろいろな可能性を検討する必要があると思うわ。このままだと私は処刑されてしまう。一方的な証言での裁判、こんなものは正しくない。ならばこの際手段は選んでいられない。正しい結果を得るためなら嘘だってついてみせる。なるほどなるほど。では皆さんの意見を取り入れつつ、少しだけ意見を修正しておきますね。改めてもう一度私の推理を発表します。黒幕で魔女だったメルルさんは殺してもしばらく死ななかった可能性がありますね。黒幕ねえ、私たちを集めたのに勝手に殺されて一体何がしたかったのかしらね。何にせよ魔女だったメルルさんはヒロさんに刺された後もまだ生きていたんです。そして最後の力を振り絞って立ち上がった。そこで起き上がったメルルさんに隙を突かれたヒロさんは殴られたんですよ。ヒロちゃんは殴られて気絶したってことだよね。
パターン9。それがヒロちゃんが20分以上も現場にとどまっていた理由。確かに成立はしそうだけど。じゃあやっぱりヒロさんが犯人ですの？他人の命だと思って好き勝手言うな。けれど確かにその論なら状況は成立してしまう。このまま自由に喋らせていれば私が犯人にされかねない。たとえその場しのぎの嘘であっても一旦議論の矛先を変える必要があるか。黒幕で魔女だったメルルさんは殺してもしばらく知らなかった。黒幕。私たちを集めたのに勝手に何にせよ。魔女だったメルルさんはヒロさんに刺された後もまだ、そして最後の力を振り絞って立ち上がった。そこで起き上がったメルルさんに隙を突かれたヒロさんは殴られたんですよ。ヒロちゃんは殴られて気絶したってことだよね。パターン9。正しい話をしようか。ああ、どうやらその通りみたいだ。あら、じゃあヒロちゃんは認めるのかしら、自分の犯行を。もちろん違うとも。なぜなら私は眠っていただけなんだ。どういうことそれ？まさか死体を目の前にしてのんきに昼寝してたとでも言うんじゃねえだろうな。ご期待に添えないようで申し訳ないけれど、そのまさかだ。私はその時ぐっすりと眠っていたんだ。睡眠薬によってね。私はラウンジに置かれていた睡眠薬を飲んでしまってね。廊下を歩いている時に意識が朦朧としてしまって、気がつけばあの状況だったというわけさ。あんな色のもん拾い飲みしたってのか。その通りだ。だってどんなものか気になるだろう。現にそこにいる2人も飲んでいるんだしね。ヒロさんの気持ちわかりますだよね。それもそうなのか。これでこの場にいる12人の中の3人、実に 25% の人間が試しに睡眠薬を口にしたと主張していることになる。普通はそんなことありえないが、とはいえ私だけが特殊とは言えないはずだ。にわかには信じがたいが、ヒロ君が睡眠薬を飲んで眠っていた可能性はある。でもそれが何か事件に関係あるのかい？ヒロ君が気絶していようと眠っていようと何も変わらないじゃないか。まったく君も少しは考えたらどうだ。探偵役としては二流だね。なんだって？私が眠っていたという事実はあることを示すんだ。それは私が睡眠薬の瓶を持っていたということだ。つまり現場で割れていた瓶はもともと私が持っていたものなんだ。そうだったのか。でもそれがどうしたというんだい？まだわからないのか。君にはがっかりだな。さて、ではそうだな。シェリー、君なら答えられるかな？はいはい。そうですね。ヒロさんが睡眠薬の瓶を持っていたとすると、メルルさんの反撃がちょっと不自然になりますね。メルルさんはヒロさんに刺された状態のまま、ヒロさんの持っていた睡眠薬の瓶を奪って、しかも反撃してることになります。でもわざわざ襲ってくる相手の持ち物を奪い取るなんて明らかに不自然な状況ですよ。仮に奪うとしても手に持っている武器を奪おうとするんじゃないでしょうか。その通り。メルルがわざわざそんなこと本当にするのかな？確かに考えにくいですわ。そうなると私としてはやはり他の人が殺した可能性も視野に入れるべきだと主張するよ。今は私が殺した前提で進みすぎている。アリバイも周囲の状況も議論されていない。これは正しい議論進行ではないんじゃないかな。私の話はあくまでも間違った前提の上に積み上げられた虚構の推理だ。瓶を私が持っていたなんて証拠はない。しかしほんの
少し迷わせることができればそれでいい。どうせこの集団は強制的に集められただけの寄せ集めだ。まとまりも協調性も統制や規律すらない議論で正しい結論に向かうことなんて到底できやしない。だからこそ私が議論の流れを正しい方向に先導しなくては。いや、先導かな。何にせよ真実にたどり着けるならたどる道筋はどうあれそれが正しい推理だ。だって私は殺していないのだから。私にメルル殺しの罪をなすりつけた犯人絶対に見つけ出して処刑台に送ってやろう。でもさ、もう一つヒロちゃんが疑わしい状況はあるんだよね。なるほど、ミリア、君も私を疑うわけか。そういうのじゃないんだよ。でもさ、おじさんは現場を調べたから、敵とか味方とか関係なくその事実をそのままみんなに話すだけだよ。事実か。命を守るために嘘をついた今の私とは対極だな。けれど私だってみすみす無実の罪で処刑されるわけにはいかない。抗わせてもらおうか、正しい結論を目指すために。おじさんはレイヤちゃんに言われて現場に残された痕跡を探してたんだよね。確かに古希使われてたな。いい指示を与えたまとめ役がいたということだね。それで調べた結果はどうだったんだい？現場の床は一面が白い塗料で塗り尽くされていて、そしてメルルちゃんとヒロちゃんの足跡以外は残されていなかったんだ。つまり部屋の中にいたヒロちゃん以外簡単に部屋に侵入できた人はいないんだよ。魔法でも使ったわけじゃあるまいし。そう。よってヒロ君こそがこの事件の犯人だったということさ。確かに私が疑わしい状況だ。しかし真相はまだ分からずとも少なくとも一つ間違っている推理がある。それを指摘して議論を前に進めるとしよう。おじさんはレイヤちゃんに言われて現場に残された痕跡、確かに古希使われ、いい指示を与えた。それで現場の床は一面が白い塗料で塗り尽くされていて、そしてメルルちゃんとヒロちゃんの足跡以外は残され、つまり部屋の中にいたヒロちゃん以外簡単に部屋に侵入できた人はいないんだよ。魔法でも使ったわけじゃあるまいし。正しくない。少し待ってほしい。どうやらみんな忘れていることがあるようだ。どういうこと？ここに集められた者たちは魔法を使える少女たち。足跡なんて残さない魔法、実際に使える人がいるんじゃないかな。それは。どうやら気づいたようだね。当のハンナ、浮遊の魔法を使う者。彼女なら簡単に中に入れたはずだ。私ですの？確かにハンナさんなら可能そうですよね。ちょっと待ち上がりなさい。あなたまで何を言ってるんですの？反論があるなら聞こうか。ありますだって私できませんもの。私には完璧なアリバイがあるんですわ。それを今から教えてありますわ。あの口ぶりからしてアリバイには自信があるように見える。次の証言を突き崩すのは難しいかもしれない。しかしそれならそれでいくらでもやりようはあるはずだ。議論を引っかき回してさまつな矛盾であろうと指摘し情報を引き出してやろう。私たち1時間ほどずーっと自分たちの部屋にいましたわ。私が部屋を出ていないのはココさんとミリアさん、レイヤさんが証明できると思いますの。確かにその通りだね。それにおじさんたちは現場の部屋の方から音が聞こえてきたからそっちに向かったんだよ。そしたら死体を見つけたってわけ。しかし誰ともすれ違ってないし立ち去る人物もいなかった。つまりその場にいたヒロ君、君にしか犯行は不可能なんだよ。
どうあがいても容疑者の立場を免れることはできないようだ。しかしいくつか気になる点はあった。たとえそれが小さな誤謬であれ見逃すわけにはいかない。私以外でも犯行が可能だったと可能性を示すんだ。私たち1時間ほどずーっと自分たちの部屋にいました。私が部屋を出ていないのは確かにその通りだね。おじさんたちは現場の部屋の方から音が聞こえてきたからそっちに向かったんだよ。音とはどんな音だったのかな。何かがパリンと割れる短い音でしたわ。ガラス瓶が割れたと考えるのがやっぱり分かりやすいかな。その音は現場を挟んだ階段側の私たちの部屋からでも聞こえたわ。死体のあったノアの部屋は彼女たちの部屋に挟まれている。であれば確かにそこから聞こえたのかな。そしておじさんたちは部屋に駆けつけたんだ。私たち1時間ほどずーっと自分たちの部屋にいましたわ。私が部屋を出ていないのはココさんとミリアさん。確かにその通り、おじさんたちは現場のヒットをしてしかし誰ともすれ違ってないし立ち去る人物もいなかった。つまりその場にいてガラスの割れる音を鳴らすことができたのはヒロ君君だけだ。君にしか犯行は不可能なんだよ。正しくない。私にしか犯行は不可能だって。いいや、そんなことはない。どういうことだい？聞くところによれば君たちが聞いたのは音であって私がメルルを殺した瞬間を見たわけじゃないんだよね。それは最初からそう言っているじゃないか。なら改めて聞かせてもらうとするけれど、その音本当にガラスの割れた音だったのかな。なんだって？でも他に何の可能性があるっていうの？聞かせてもらおうか。私たちが聞いたガラスの割れる音、それが何だったのかを。正しい答えは一つ。君たちが聞いたガラスの音はレイヤ、君は蓄音機というものを知っているかな。当然だろう。一般教養だ。さすがに本物を使ったことはないが見たことはあるし知識としても知っている。それがこの事件に何か関係あるとでも言うのかい？ああ、もちろん。その概念は発明されてから今も発展を続け、そしてテクノロジーの発達とともにその姿を変えてきた。その発明の名を録音装置という。現代ではスマホにも標準で搭載されている機能だ。まさか。ここまで言えば君でも気づいたようだ。君たちの聞いた音、それは録音された音だったんだ。アラームもしくは着信音などに設定しておけば犯人は自由に音を鳴らすことができる。しかも君たちの話を聞けばその音はパリンという大変短い音だったそうじゃないか。ならば多少音質が悪くても気づかないはずだ。録音ではなかったと一体誰が証明できるのかな。なんだと？何、気に病む必要はない。一瞬の音だったのだし君たちが違和感に気づかなくてもおかしなことじゃないよ。ただそれを根拠に私を犯人扱いするのは改めてもらおうか。さて可能性は示したが正直確証があるわけじゃない。反証があると辛いが。でもちょっと待ってほしいかも。なんだい、何か問題でもあったかな。それがさ、現場にはメルルちゃんのスマホはなかったんだよね。音を録音したって言ってもそれをできる機材がないとできないんじゃないかな。他に音を再生できるものが現場にあった可能性はある。しかし一番考えやすい可能性としてはもしかしたら犯人が持ち去ったのかもしれない。もしくはメルルが最初から持っていなかったか。ちょっと待った。いや、メルルちゃんはスマホを持ってたはずだよ。殺される直前まで。
エマ。メルルちゃんの死亡推定時刻は死体発見の30分ぐらい前。それで間違いないよね。正確には20分以上前だね。その点は私が保証しようじゃないか。なら、やっぱりヒロちゃん以外、メルルちゃんを殺せる人はいないのかもしれない。なんだと。僕はメルルちゃんの死体が発見される30分ぐらい前、2階にいたんだ。そこにはノアちゃんとアンアンちゃんがいて。うん。エマちゃんとバイバイしたよね。僕が2人と別れてすぐ、メルルちゃんから電話がかかってきたんだ。そこで少しだけメルルちゃんと通話したんだ。ではエマさんとレイヤさんの証言を合わせると、メルルさんが死んだのは20分から30分前の間ということになりますね。うん、そうなんだ。そしてその後すぐに僕はラウンジでセリーちゃんたちに会っていて、あの時私とアリサさんが最初にラウンジにいたんです。そして桜庭エマと同じタイミングで私と宝生マーゴが合流したわね。その後アリサちゃんとシェリーちゃんがラウンジに残って、僕は外に出たんだ。私とナノカちゃんは自分の部屋に戻ったわ。そこから死体発見までの間、二人は一緒にいたの。そしてレイヤちゃんたち4人はみんな一緒にいた。つまりみんなアリバイがあるってことですね。この中でアリバイがないのはヒロちゃん、君だけなんだ。エマ、まさか私を処刑するために。もう一度整理しよう、みんなのアリバイを。